本当に可愛いですね。びっくりしました本当に。なんで可愛いんでしょう。どうしたんだろうって思って。私もこれ下手上がってきた時、めちゃくちゃテンション上がって、大体私が整えるといつも一番上に、はい、よいしょって一番上にってみんな見てねって言って、はい、可愛い本当に。これもつながるとすごい感じますね。これも結構個人的には色といい、はい、雰囲気といい。なんかこの青結構アンティークにしては珍しいような気がします。はい、はい、あまりねなんかないですね。この朱赤はねよく目にするんですけど、この青、組み合わせが特に。そうこれにこれ持ってきたかみたいな。こういう方も昔からいらっしゃったんですね。お好みの方が。また今現代のこう、はい、自転車がね裏地にもかなりこだわって、絶妙な、はい、黒でもいいかなって思うところをブルーグレー、はい、ブルーグレーでこれもねここの足すの、はい、結構こうデザイン性が色があったりとかが多い中で、これはこのシンプルに黒っていうのがまた引き立ちますよね。はい、なんかこう枠の中に絵画みたいな感じで、はい、そうですね。なんか我々さんでもなんか額縁みたいだねみたいな話をしてて、はい、絵画っぽさが上がるというか、はい、いいなという話をしておりまして、また会えるとは再会です感動の再会久しぶりだね。はい、多分違う子なんですけど、はい、でまたちょっと違いあると思うんですけども、はい、仲間ですね。はい、可愛いと思っています。これも今日のお着物とも、はい、確かに合いそう。黄色みが、はい、うんうん、よいしょよいしょすごいアクロバティックな体勢に可愛い、これ可愛い。はい、可愛いです。まあ確か今日のテーマは、はい、持ってる帯にそうですね、お着物をっておっしゃってましたけど、はい、まずは帯がちょっといいなと思って、ね、これはもうこれはちょっとまた別口で、はい、そうですね。なんかこれとかもそうなんですけど、はい、ちょっと黄色っぽい帯が最近ちょっと多くて、はい、茶みとかの着物が、これはこれぐらいしか持ってなくて、はい、また新たにそういう系を、はいはい、合わせられるのがあったらいいなと思って、少々お待ちください。お願いします。でりんこちゃんのと、あと歌舞伎みたいなの、はい、帯も活かせるような感じでですね、があれば、はい、すごい裏地が八掛が、はい、いい色合いですよね。ちょっと珍しい。カメラ下手になりましたあ、いいような、いいような気がします。ありがとうございます。でこの辺りですと、はい、日本の帯にも間違いなく合うなって思うのと、あとはなんかこの辺りとかはこれかなりこの掛けの色、推しですね。はい、グッときますよね。もともとついてた色ですよね。ハイセンスです。昔はこういうのがあったんですね。こんな色の八掛、これにこれを合わせようと思う。そうですよね。結構アバンギャルドな感じで、
もうこういうひとねりある感じが、やっぱりこうアリスさんの雰囲気にはいいかなというふうに思っているので、それでこれももちろんいけますし、であとは鳥ちゃん、はい、鳥ちゃんもいい感じに合うと思いますし、であとはこういう幾何学系のものと、あとちょっとこうはんなり系のものというこの3点がご提案です。これはなんか歌舞伎のやつにすごい合いそうな感じがします。これ本当これつけたかみたいな。すごいですね。はい。サイズが結構この2点はギリギリかなとは思うんですけども、まあ上手に着こなしてくださるので、まあ大丈夫かなって思っています。これは比較的寸法がしっかりいっぱいありますね。わあ、ついこれを手に取りたくなりますが、安心感みたいなのがあるかなと。安心感あります。はい。でこれですもう本当に帯どんなの持ってきてもっていう風に言えるかなっていう一点ですね。なんか意外とシンプルなようでいて面白いですよね、この柄の入り方が。確かになんかすごいマジックみたいな気持ちになります。ずっと見てると、あ、どっちがどっちでどっちが。これも持ってない感じで、ちょっと軽く羽織ってみましょうか。はい、それでお顔写りとか立体になったイメージを。お値段もね、どれも可愛らしくて、はい、安心価格みたいな、びっくりしました。セミアンティークのも18,000円。これが一番3点の中では高額で、高額でも25,300円とうちの平均金額は下回っております。はい、リーズナブル。はい、お願いします。ね、着てみるとまた見え方が変わりますよね。これ全然なんかね、また印象変わりますよね。安心感があります。はい。いいんじゃない？で、これ今いたら、はい。ありがとうございます。はい、こんな感じです。すごいなんかモダンガールだわ。はい。昔なんかビールの。はい。いけますね、そのまま。キリンビール。いけます。CM きますね、これ。立体になると一層にいいですね、この着物。本当に。ね、なんか動きがいい感じにあって。接中心のところがなんかちょっとだけちっちゃく見えて。本当だ。本当。すごいトリックアートですね、これ。これすごいうまいこと。なんでスーッとこう裾すぼまりにラインがめっちゃ綺麗に。あと色の強弱もさりげなくあって、この黒の部分が太さと濃さが、なんか太さも帯の感じからどっちにも足も間違いなくそれ以外ももうほぼ合わないの方が難しいかなぐらいに思っていたので、これはかなりおすすめ度高く、一番最初にパッと思っていた一枚ではあります。すごい今しっくりきてます。はい。でも他もあるのでね。ちょっとチャレンジしてみます。羽織り比べて。緑の。緑のもぜひ。すごい。テロンとしてますね。これ着る時のテンション上がりますね。八角やなんか。あれってもうあれって思うよね。チラってチラッと。また違った雰囲気で。これにも帯がありますね。これはなんかいや、これも面白いな。
当時の洋食レストランの様子みたいな、例えが面白い。でもしっくりくるんですよね、さっきの問い、しっくりきちゃう。これは本当にヨーロピアンな雰囲気に合いますね。はい。でも帯を変えたら古典的にもなると思います。素敵。なんかってなりますね。ちょっとゼブラではないですけど、なんかこれも、この色の強弱でヒュッとシルエットが綺麗に見える作りになってますね。これはなんか意外と激しくて、繊細な柄なんですけど、意外とね、その緑がやっぱり効いてるのが効いてますね。はい、かなり効いてます。これもう蹴って歩きたくなります。見て見て。本当見せて歩きたくなるようないい色合い。なんか面白い。誰かへ着こなせないですけども、いやブンブンさんならありです。私はもうそういうのってありますよね。誰彼に OK なコーディネートじゃないけども、いやブンブンさんだといけちゃうんですよね。ある。通常やったら持っていかないんですけど、あれなんか着こなせちゃいそうと思って。まあそういうのもいっかみたいな。なんかそういうなんかゆるい許容の中で生きていきたいです。もう十分。ゆるくかなりその中で泳いでらっしゃる感が。これもなんかいつまで楽しくなります。なので確かにこの緑があるからそれにそれ合わせちゃってるぐらいなんで、なんかこうそれいくっていうような帯いってもなんかこことここのすごい色のトーン合うのでいけちゃいましたね。これいいですね。また小物合わせとか襟どうしようとか、ワクワクします。襟悩みますね。なんか黒っぽい襟入れたりとかしてもかっこいいと思います。ここ黒で。いいですね。ありがとうございます。スイカみたいな。スイカクリスマス。クリスマスですね。私スイカ食べてないです。私。あらら。暑かったですね、長いこと。暑かったなって記憶だけはあるんですけど。スイカを食してない。それでこれを見てスイカ。ツリーじゃなくてスイカ。昔の人って冬に夏のモチーフでこう暖かさを感じたりとか、なんかそういうのも粋やなと思うので、なんで。合わせのものですけども、スイカと思って暑かった夏を思い出すと心なし暖かく思えるかもしれないです。なんか夏に石化模様とかもいいですよね。で中では袖丈が長いのが印象的ですね。はんなりの中にもこうキリッとシャープな感じもあってバランスが。いい感じ。これも思わず手を合わせてしまった。それどちらにお出かけになりますか？合う。合うね。合ってますね。この帯優秀ですね。そう考えたら。3枚どのお着物にもバチッと合ってましたし。なんかこれ竹ね、なんか私も竹の節のような感じにも見えるなぁと。なんかこれ素敵。
帯がいいよね。うん本当に全部顔が変わる。確かに。それすごいしっくりきすぎ。これバシッとバシッとです。でもこれに歌舞伎の帯もすごい合うと思うんですよね。ああ、確かに歌舞伎は一番これがいい。これがなんか、はい、中でも歌舞伎バシッとっていう風に想像してのこれは、でも鳥さんも合わなくはない、絶対に合うっていうのはあるんですけど、一層に歌舞伎のやつはバシッとこの3枚の中でやっとこれが歌舞伎の帯とは大変と相性がいいんじゃないかとは思いました。であと2枚はなんかどっちにも触れるなとかいうふうに想像しています。すごいなこれ。先陽気にも咲いたんですよ。咲いたってまだものすごいあるやん。悩みます。はい。この3枚で悩んでいただくのはかなり検討の価値ありというふうに自信を持って。レモン持ってない感じで。はい。そうですよね。いろいろお持ちなのを拝見していても、あれらはないぞみたいな。はい。ここは被らんぞと。はい。そして持っている帯も活かせるのも間違いない。究極の選択ですね。こんなに悩むの久しぶり。嬉しいな。悩むことないです。この子とかこの辺りお値段がかなり可愛いので、大人買いも可能な。出ました。だってこれで、これとこれで1枚言っても1枚分にもならないぐらいのそうですね。お値段なんで、大人買いができちゃう店ですね。確かに私大人だしでも全くテイストが違うので、はい、はい、そうすると私もこの2枚いっちゃってもありやと。確かにこれがどうしてこんなにサイズですかね。でもとはいえ前後ろはあるから、外的ねえって言ってかなり凝ってますよね、これよく染め見てもどの順番で染めたんだろうみたいな。でもこれは地紋ですよね。桜とか小菊とかの地紋が入ってて、そこもまたそうですね。ここちょっと大人になろうかなと思いました。ありだと思います。はいはい。おーいっぱい気になるのをはい言っていただいたらピッありますんで。あ勝手にこんな感じでした。はい。取り逃しはないですか？なんかショッキングピンクもちょっといいなって。これ。はい。はい。思いました。はい。選抜選手権が始まります。第59回全国ファンエリ選抜選手権開幕。とすいません。これはちょっと強すぎるかなと思っちゃいました。このピンクもなんかちょっと黄身っぽいのがちょっと合う着物とか帯とかが
少ないかもしれないです、このピンクは。はい。紫多分持ってます。はい。これもちょっと。今来るのは誰だ。なんかこれにもすごく合いそうな気がします。これよりはこっちの方が OK。ありがとうございます。はい。9回の表ノーアウト満塁。満塁ホームラン。はい。どっちがホームランを最終迎えております。決勝戦ですね。はい、今決勝戦。はい、9回の表まで来ました。ここまで来たらまずはい引き分け。ちょっとはい同率優勝。はい。ちょっとありだと思います。なんかちょっと前のマラソンみたいにみんなでゴールしようみたいな。手伝いで。はい。最終ドイツゴールで野球からマラソンに変わります。はい。ちょっといやでもこれとこれとの組み合わせやいい感じだと思います。はい。はい。まとまりましたね。整いました。整いました。ダマストでどうしはりますか？つけていただきたいです。はい。レッスンっていうか、羽織を見せていただいてもいいですか？はい。あれ綺麗ですよね。色合いとかもいいですよね。レースの羽織ではなくコートになるんですけども、これ透けるので、お着物の袖丈と合わないとかなった時に、長くても短くてもやはり逆にちょっと長い分には畳んでおいたらいいのでなんですけども、着物の方が短いとかなった時に、例えば一尺三寸 49.2 って今のよくある寸法にやとちょっとこっちの方が長いんですよ。なのでそうするとそのちょっとの差で隙間があるってちょっと気になるかな。そう思うとこのコートですと、これですとその袖丈がとかアンティークのものとかね、いろいろな袖丈のもの持ち出らしても、どのお着物の時もこう折ってっていう風にしといたらいいので、で袖幅がとかっていうことも気にせず、どのお着物寸法でもいけますっていうのと、あと丈の長さもすごいいい感じの綺麗な長さなんで、で襟の形もこうよくある今の道行きと違ってこうこのような袖がないタイプのもお作りしてるんですけども、あやちゃん着てみて。お着物着たらどんな感じになるかな。ジンバーリーみたいな。みたいな感じになっています。かわいい。かわいい。なんか洋服っぽくなりますね。こう帯を守ってくれますしね。これのベルベットバージョンもあるので、ちょっとそれもお出ししてみますね。ありがとうございます。かわいい。かわいいです。かわいい。かわいいです。このなんかこう。なんか紫やグリーンや。これ今の時期にね、ちょっとこういうのがあるとかわいい。やっぱりかわいいなこれ。秋冬はこれが大活躍やと思います。フリーズ中です。裏もね、このバラの。なんかクラゲみたいです。バラ。この度な初めて見ました。お袖が可愛いですよね。それどうしようと。これうちのオリジナルの。あ、そうは作る。珍しくいいねあれ。あちらでもキリッとしたなんかさっきこっちで。私もあれやったら欲しいな。それやるとすごい邪魔じゃないですか。こう重くなりますし。かわいい。襟の形もすごいいい感じに。かわいい。大丈夫ですかね。
母様のレースの羽織からかなりモデルしなくなっちゃった。はい、モデルさんが良すぎてこれはおいくらなんこれですか？1枚しかないです。そうなんですよ、1枚しかないんです。奪い合うここで。いやそれはちょっとそれはちょっ私にくれないと。とそこはこれ可愛いよ。はい、可愛いんです。見なかった。連れて帰ろうかなと思ったんだけど、連れて送っていただこうか。いいわよ。かなりいい感じやと。でもそうですね。お母様のレースの羽織からの発展で。レースが良かったんですよ。これだとそれだけが合わなくてもはい、透けないから。そうなんです。なるほど。これも可愛い。可愛い。でも短いからすごい軽やかな感じで。そうですね。なんか重たい感じがなく。お母様だと丈の長さいい感じかもしれないですね。いや、ブンブンさんにはちょっと短いかなっていうのが正直。もういかにもお母さんも借りて、そこは正直読めなかったかなというのがあるんですが。このレースだと、そうなのね。あ、でも同じぐらいですかね。これもはい。良かったんですよ。はい、これ結構長さがあったんで。なんか若い子はいいけど、やっぱりなんか奥様は上に変わらないとなんていう言われます。まあでもそうですね。奥様は好きでねばとかっていうふうに。じゃあこれにします。はい、ありがとうございます。それはあなたでしょ。おさらい。ちょっと着てみていいですか。はい、ぜひ。こっちはやっぱりアリサさんにサイズ良かったんかもしれない。うまくできてますね。人生とは。ちょっとなんかちょっとズドンっていう感じがあるので、うまくできてました。これはコートと同じ部類です。はい。室内では脱がないといけないよね。ありやと思います。これやったら、はいはい、羽織のような感覚もありつつ。なんか歌えるか。プチプラややす。満足度も得られて、はい、いいですね。お餅の帯も活かせますね。もう半幅帯で本当気軽にもありですし、気軽に洋服感覚で着れる一枚になると思いますので、これは大変とおすすめです。最後の最後に楽しいですね。さくら先生、私帯留めもちょっと気になってるんですが、テーマとしてこの帯に帯留め使いたいって何かありますか？なんでしょう。ちょっと大きめの柄にちょっとボンってつけたいなと思ったりとか、はい、かしこまりました。します。はい。軽いの優先で。
なんか使えるかもしれないですね。帯留めお待たせしました。まあこれや歌舞伎の帯のことを考えて、3点をおすすめさせていただきます。この子なんですけど、ちょっとパーツが1個取れてしまっているんですが、でも可愛いですよね。これが可愛いですよね。抜群に可愛い。オニキスだと思うんですよね。黒い部分で、ここはオパールじゃないかなって思うと、かなりなんかパーツが1個取れてるとはいえ、こういう3部紐に合わせていただいたりで、ちょっとこういう渋系にもかっこいいかな。歌舞伎の帯ってこういうちょっと渋系の色なんで、帯締め3部紐も帯の色系統に寄せてで引き立たせるっていうのもあるから、なんでこの3点がで、この帯にもなんかこれが来るとこう一気に空のような、夕日で空みたいになんか見えてきました。飛んでる空みたいな、はい、そういうストーリー性も生まれていいかなと。見つけられなかったです、自分でさっきこうやって勝手にやってたんで、こう日々見て確認しているので、帯とこれにバッチリと思いまして、今の時期見るとお正月感も確かにそうですね。はい、別に違う季節に見たらお正月っぽくなくも使えます。ひな祭りに見たらひな祭りっぽく、5月に見たらなんかね、こうあれっぽく、はい、9月のお節句の、はい、可愛いです。はい。やっぱり老害使わなかったわって思ったらください。あ、はい。待ってます。はい。これはほら、これちょっと可愛くないですか？はい。調子に乗ってきたね。すいません、口が悪くて。普段は分かってしまうわ。リアルが。セーターにブローチが大好き。いいですよね。ちょっと肩こりなのであんまり。